大学2年生の時、私は最悪な形で悪名高くなった。親友のゾーイがホテルで会おうと誘った。赴いたその瞬間から、私は底の見えない深淵に落ちていった。最も尊いものを失っただけでなく、衣服を脱がされ、写真を撮られ、屈辱を受けた。その卑猥な写真は、クラスメート全員と教授たちに送られた。誰もが生徒会長は金のために自分を売ったと言った。一瞬で私は誰もが口にする最もホットな話題になった。両親は世論のプレッシャーに耐えられず離婚した。母は屈辱感に打ちひしがれ、薬を過剰摂取して自殺した。その日から私は転校を余儀なくされ、整形手術を受け、名前を変えた。ゾーイのその夜の得意げな顔は永遠に忘れられない。この一切は彼女の仕業だった。私は彼女を許さない。ゾーイと同じ大学に合格するため、私はひたすら努力した。母が残してくれた家を売り、裕福な女の子としてパッケージングして彼女の社交圏に潜入し、親友のふりをした。彼女の彼氏は都会の裕福な家庭の出身で、金持ちで超イケメンだと聞いた。重要なのは、彼がゾーイに夢中になっていることだ。彼は私の最初の標的であり、ゾーイに送る最初の贈り物でもある。こんな優れた献身的な男性に近づくのは難しいが、試さなければならなかった。すぐにチャンスがやってきた。ゾーイの誕生日に彼女は彼氏と喧嘩をし、電話に出なくなった。それで彼は代わりに私に電話をかけてきた。アリア、ゾーイはのところにいる？私ははいと答えた。彼女の彼氏はためらって言った。ゾーイと誤解があって電話に出てくれない。今夜は彼女の誕生日でサプライズをしたいんだ。の助けが必要だ。どうやって助ければいいの？鍵を借りてもいい？ゾーイは普通の家庭の出身だが、裕福なふりをして寮に住むのが嫌いだと言っていた。彼女に近づくため、私は開いて郊外に広いアパートを一緒に借りた。何をするの？と聞いた。のアパートでサプライズを準備したい。今夜、彼女にプロポーズするんだ。私の心は沈んだ。ゾーイのような虚栄心が強く悪辣な女が、マーカスのような良い男と結婚できるわけがない。大学2年生の時、彼女は生徒会長の地位のために、そんな卑劣な計画を思いついて私を台無しにしたのに。もし彼女が裕福な家庭に嫁げるなら、この世に正義はどこにあるのか？好み、助けるわと私はすぐに同意し、心の中で悪い計画が生まれ始めた。ゾーイの誕生日パーティーは学校の近くのバーに予約されていた。私は渋滞に巻き込まれたと言い訳をし、振り返って共有アパートに戻った。遠くからマーカスがアパートの入り口に立っているのが見え、足元に大きな段ボール箱が置かれていた。彼は身長約188センチメートル、黒い T シャツを着てフィットな肉体を披露していた。黒い野球帽をかぶって、そのめちゃくちゃイケメンな顔の一部を隠していた。カジュアルな服装で高価なアクセサリーもないにもかかわらず、独特の貴族的な雰囲気を隠せなかった。私は笑顔で彼に駆け寄った。長いままたせた？彼はあまり話さず、目は濃くて輝いていた。そんなに。私は彼をアパートに連れて入り、ロマンチックなプロポーズの場面の準備を手伝った。休憩時間に冷蔵庫からビールを数本取り出し、そのうちの一本に何かを混ぜた後、普段にそっけなく彼に渡した。アルコール度数は高くなく、バーでよく飲まれるブランドだった。彼はそれを分かいて一気に飲み干した。私は段ボール箱に座り、一口飲んで問いかけた。ゾーイのどこが好きなの？マーカスは喉が渇いたらしく、ボトル一本を一気に飲み干した。少し頭を下げて空のボトルを足元に置いた。
彼女は優しくて明るいから。私は飲んでいたものを吹き出した。この男はイケメンだけど、目が見えないの？ゾーイと優しくて明るいは全然関係ない。彼女は悪辣で虚栄心が強く、心が暗く、欲しいものを手に入れるためなら何でもする女だ。私は世界で最も汚い言葉で彼女を形容したい。そして最も卑劣な方法で復讐をする。どうしたの？マーカスは頭を上げて私を見た。目は深くて暗く、少し酔っていて、言い表せないセクシーさがあった。の眼光は本当にいいわ。私は立ち上がってバルコニーに行った。マーカスの指示に従って、ゾーイに緊急の用事があるので、早く家に帰ってくるように促す電話をかけた。リビングルームに戻ると、予想通りマーカスはソファーで気絶していた。私は彼をゆすったが、本当に意識がなくなっていた。私はためらって、立ったまま動けなかった。マーカスは良い男だし、この争いに巻き込ませるべきではない。だがゾーイの悪辣な牙を思い出すと、戦慄した。マーカス、私はを傷つけるためにこうするのふぜ。救ってあげるためだ。心を固めて、彼の服を脱がしてソファーに横たえた。この演技、うまくいくといいな。彼が使ったビール瓶を処分し、自分の服を破り、全身をつねって内身だらけにした。自分で何回か顔を叩いて晴らすまで叩いた。それからやめて、ゾーイにメッセージを送った。ゾーイ、早く戻って。助けて。マーカスが狂っちゃった。すぐにゾーイからの電話が殺到した。私は携帯を粉々に叩き割った。ゾーイは何かが悪いと感じて急いで戻ってきた。私はソファーの隅に身を寄せて激しく泣き叫んでいた。全身に傷があった。床中に衣服が散らばり、破れた下着がバーカウンターにかかっていた。バカでもマーカスと私の間で何が起こったかわかる状況だった。アリア、何が起こったの？ゾーイの表情は硬直し、顔は蒼白だった。ゾーイ私は彼女の腕に飛び込み、泣きながらチュームした。マーカスに暴行されたわ。この言葉を吐き出す瞬間の快感、天国でも知っているだろう。ゾーイの体は激しく震え、目はマーカスに釘付けけになった。マーカス、起きろ。どれだけ飲んだんだ？二人のクラスメートがマーカスを諭した。誰もがマーカスは酒に弱いことを知っていたが、こんなに酔っ払ったのを見たことがなかった。マーカスは目を開け、眼前の光景に当惑した。この野郎。ゾーイは精神崩壊して彼を平手打ちした。野郎め。私は携帯を拾い、服をまとって泣きながら外に逃げ出した。ゾーイの家庭は普通で、彼女は容姿を利用して金持ちの男をる。マーカスは彼女が手に入れられる最高級の男だった。彼女は簡単に手放さないだろう。俄然、階段を降りるか降りないうちにゾーイが追いかけてきた。アリア。私は道端に立って、震えているふりをしながら911に電話をかけた。携帯は故意に壊して電源が入らないようにし、警察への通報を遅らせてゾーイに本性を暴露する十分な時間を与えた。ゾーイ私は助けを求めるように彼女を振り返った。の携帯を借りてもいい？警察に電話しなきゃ。必ず電話しなきゃ。その野獣を逃がさないわ。ゾーイの顔は蒼白で真剣だった。彼女は私の手を握った。アリア、落ち着いて。どうして落ち着けるの？落ち着けないわ。彼が私に何をしたか知ってる？私は泣きながら話した。彼は私の服を破り、キスをして体を触り、それから暴行したわ。そのクズを刑務所に入れたい。もしが彼をかばうならもう友達じゃない。私の言葉はゾーイに大きな衝撃を与えた。
彼女の目は冷酷で悪辣になり、嫉妬で赤くなった。蒼白な顔に不気味な笑みを浮かべて、私を慰めた。私は彼をかばっているわけ不ぜ。の名声が心配だから。日落ち着いて。マーカスと話をして真相を突き止めて、説明してあげるわ。その笑みは彼女の顔にあるべきではなかったが、彼女はそんな恐ろしい表情をしていた。私は彼女が私に手を出すだろうと知った。すべては私の掌握の中にあった。それで私はさらに扇動し、ゾーイを一層激しく刺激し始めた。マーカスと私が寝たというニュースは、学内フォーラムで瞬く間に広まった。情報は幼馴染が広めたもので、いよいよセンセーショナルで卑猥なほど良かった。私はゾーイを苦しめ、怒らせたかった。たとえ彼女が私をスラットと呼びたくても、理由を見つけられないように。彼女は金持ちの強姦犯彼氏を隠すために、頭をひねらなければならなかった。まるでナイフを飲み込むように、舌を切るような痛みを感じながらも、飲み込まなければならなかったに違いない。その後、私は学校の寮に戻り、ゾーイも戻ってきた。彼女は表面的には友情から私に付き添っているように見えたが、実際には私が警察に届け出て裕福な家庭に嫁ぐ夢を台無しにするのを恐れていた。寮に戻った翌日、マーカスからメッセージを受け取った。アリア、話をしよう。郊外で話そう。学校で見られたくない。好み。私はマーカスが黒い服を着るのが好きだと知っていたので、黒いロング T シャツを選び、黒いキャップとマスクをつけて全身をしっかり包み、幼馴染に事前に写真を撮るように指示した。学校の門を出るとすぐ、道路の向こう側にマーカスのメーバッハが駐車しているのが見えた。私は車のドアを開けて後ろに座った。彼は少し疲れた様子だった。バックミラー越しに私を見て、表情は冷酷で複雑だった。何か言いたげだがためらっていた。どこへ行く？私の目は腫れて赤く、長い髪は乱れて、非常に疲れた様子だった。車の中で話そう。車は無目的に街中を走った。実際、私はマーカスに対してかなり罪悪感を感じていたが、亡くなった母を